屋台だけをやるたこ焼きを始めたのが5年前で、姉が一緒にやってくれるようになって。この双子よりは仲いいよね、15年ぐらい前。彼氏シェアしてバチバチしてる。彼氏シェアしてバチバチしてる。はい、いらっしゃいませ。昨日から始まって5日間です。大体1回来たら3日間4日間ぐらいはずっといます。喋るのが苦手なので、あんまり音声なしでよいしょ。ちょっと車を止めてきます。これは泡立て器を自動で動かす機械です。やっぱダマがあると一個一個の味が全然変わってきちゃうから、だしも大量に入れるので、しっかり溶かさないと、ね、味にムラができちゃうんで。なみなみまで入れます。地高って言ってちょっと地がある鉄板なんですけど、これ大きいたこ焼きを作る用の鉄板で、こういうのだと上からかけてなみなみまで入れます。
鉄板が企業秘密なんですけど、加工してあるので一般的な木のお箸でそのために。おはよう。おはようございます。よろしくお願いします。若干私の方が色黒いかも。肌の色が。そうそうそう。他の双子よりは仲いいよね。今別々住んでるんですけど、でもいろいろまだ未だにいろいろシェアしてますね。昔一緒だったんですよ。その時はバチバチ彼氏シェアしてバチバチしてる。彼氏シェアしてバチバチしてる。でも本当にそんな15年ぐらい前の話。はい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。忙しかったけど、なんかスムーズだった、すごい。本当？うん。やっぱ結構忙しいですね、6時ぐらいが結構ピークかな。みちゃき。もともと私が高校生の時にたこ焼き屋で働いてて、そのまま社員になってしばらくやってたんですけど、一回たこ焼きを離れて普通のなんか OL やってたんですけど、その時にちょっと屋台で自分でやりたいと思って、で、初めから多分お店を持つのってすごいリスクだと思うんですけど、私はすごい屋台の仕事も好きだったし、その前職のおかげで、立て方とか知ってたので、屋台から始めようって思って。でもう1週間ずっと屋台だけをやるたこ焼き屋を始めたのが5年前ですね。2、3年経って姉が一緒にやってくれるようになって、で2人でお店やりたいねって言い始めて、名古屋市の緑区にお店がオープンしたんですけど、で屋台再開してほしいっていうお声があったんで、じゃあ同時進行でやろうかっていう感じでお店と屋台で今やってます。本当。昨日もなんか大空の人何人か来たの。本当。いらっしゃいませ。こも行った。ありがとうございます。試合だったから。試合通で行けてたんですよ。いろんなところ行ってくださったんですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そばとだし醤油、こちらが2つになってます。はい、すみません、ありがとうございます。頑張ってください。好きですね。喜んでもらえる人がいるっていうのが多分モチベーションになってるんです。忙しい方が楽しいかな。いっぱい焼きたいみたいな。育児もしてるんですけど、
ここの仕事はリフレッシュだと思ってますちょっとボランティアってことで。ボランティアってことで休憩なしで本店行けるの？今日はおむそば。最初はね、まあもちろんね、宮家がそうだったんですけどね。でもやっぱ味美味しかったんで、そしたらもう、通えるようにどんどん通い出してという感じで。これはもう保冷バッグなんで、あったかいまま、あとステンレスボトルとかもあるんで、保冷バッグもある。行ってくるわじゃあ。やりやすさしかない。なんかプライベートでも仲いいんですめっちゃ。なんで結構なんていうんだろう。考えてることは何も言わなくても分かる的な感じでやりやすさしかないです。完成しました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。